今日はどこに行くんですか？今日は瀬戸で体験しに行きます。何の？陶芸の体験へ。陶芸の体験。はい。じゃあ行きますか。行きましょう。楽しみですね。普通になんか何作ろうかなって全然考えてきてないや。やったことある？はい。でもなんかもうやったことあるんですけど、だいぶ昔ですよ。ろくろの方、それとも手ごねの方？両方やりました。あ、そうなんだ。はい。何回もやったことある？何回も。それは人生の中で結構何回もやったかもしれない。学生の時やるもんね。そうでなんかうちの両親割とそういうワークショップを連れてくの好きだったんですよね、子供たちを。まあ制作関係だしね。なんか瀬戸で行ってトンボ玉とか、ガラス細工とかも作ってました。あ、そうなんだ。はい、ワークショップで。トンボ玉ってビー玉みたいな。東に進みます。そうネックレスみたいな。それいいね。どんなの作るとか決めたっていうかもうその時のノリで行きたいと思います。はい。今坂くんはうまいんじゃない？石削ってますもんね。器とか作ってるし、そういうなんか絶対何かを成形する方法に関しては絶対私たちより上ですよ。もう普段からやってるもん。プロだもんね。もう器作ってるもん普段から。回転させて削ったりもしてるのかな、ろくろ。じゃないですか。丸系はそうか。U ターンします。続いて左方向です。と思ったら着いた。早い。今永さんにさ、どれだろう。北東に進みます。もしかしてあれで？後ろじゃん。500メートル先、右方向です。違ったら恥ずかしい。違ってなくてよかったですね。違ってなかったわ。なんか私黒い車だったようなイメージあったけど、あんな色だったっけ？ちょうど後ろだったよね。よし。山田さんメイン。わかりました。ちょっと待って、俺準備するからとりあえずはい。やっててください。ちょっと私やり方わかんないけど、どうしようか。水をこれへっちゃけちゃっても、練ればまた使えるんで。なるほど。とりあえず適量、ちっちゃいのからやった方がいいかな、最初は。やってみて、でこれさもうべちゃべちゃに濡らして、でこの右足出してみて。でこっち踏んでみて。そっち？そうだね。これ？これは何だろう。逆回転ね。へえ。こっちが正回転。FWD が正回転だよね、多分。こっちが逆回転。なるほど。OK。ちょっと踏んでみて。結構速いので、もうちょっとここで調節できるんですね。そう。これぐらいがいい。これをこのぐらいでいいです。あんまりやりすぎると速いんで。わかりました。じゃあ早速行ってみますか。やりましょう。タオル置いてきちゃった。結構もうびしゃびしゃにしてんの。先にしたね。何個作っても同じ料金らしい。すごい。そうで足りなくなったらこれ
200円とか300円で買える。そんなぐらいだと思う。値段はどんどん買っちゃって、もうそんな高くはないです。へえ。でなんか切り欠きのこと言ってたのは裏のことでしょ多分。削るって言ってたの。あ、なんか言ってましたね。表面のことかな。これまだネリネリするの？これあ、全部いく？はい、大きなやつ1個作ろうかなって。いきなりはい。オッケー。なんか大きいやつ1個ドーンって大きいの作りたいな。なんか最近そうめん食べるんで、そうめんをこう大量に入れるお皿みたいな。そうめんを入れるやつね。そうそこから取ってつゆにつけて食べていくみたいな。だったらちょうどいいかでも夏しか使えんよな。どうしようかな。2個に分けてなんかお皿とかにしようかな普通に。堀口くん呼んでくれよかった。いやみんな忙しいんですよ。俺だけ暇たまたまなんですけど。俺とカナハンいつも暇だから常に。今坂さんは私たちが YouTube 始めたの知ってましたよね。全部は見てないけど始めたんですよ。割と本気でね。そうでも狙ってこうきたいなっていう。撮影も編集も山田さんがやってくれてます今のところ。あれ結構時間かかるんだよな。すいません。字幕を入れるのがかなり時間かかるね。だから編集なしみたいな感じで撮影して丸々出しのスタイルじゃないとちょっと厳しいなと思っていて、普通1本1時間の字幕を入れるのに1日ぐらいかかっちゃうから丸々。自動字幕でさいけるかなと思ったけど精度が全然ダメで。外注したらいくらぐらいかかる？結局多分半日1日にかかると思うから数万はするんじゃないかな。それ一応ね収益申請は通ったから再生さえされれば。もともとあれですか、昔から持ってたアカウントそうを使って。だいぶ何となくでやるけど。なんかどうすればいいですか？なんか粘土がどんどんちっちゃくなってる気がするんだけど、溶けてる？ちょっと待って。これもうこれ練ってあんのかな。なんかこんなんやってる。最初上にやって下にやってみたいな。こうなんか叩いて。バチンってやってるよね最初。ねえ。でも練ってあるっぽいけど。ちょっとこれ久しぶりだな。みんなでやってみよう。分厚すぎるとダメって言ってたよね確か。そうなんかね5ミリ以上1センチ。この木よりもって言ってなかったっけ？より厚くとダメで、逆にこの木の半分より薄いのと割れるみたいな。はい。これより薄くって結構でかすぎるんじゃないそれ。
だってちょっとやっただけでもさ、これだけでも薄くしたら相当いきそうだよ。それで半分。お、あ、ダメだ。うまくない？ちっちゃいからね。遊んでるうちにどんどん水に溶けて。いやこれちっちゃくなりますよ、溶けて。なんか溶けてさ、ちっちゃくなってこない？これ。なってると思う。どんどん泥水に変わってるし。ね。あ、でもなんかちょっと私やばい、いい感じかもしれなあ、で芯が出てないね。い。芯ですか？中心がさ、あ、じゃあもうこういうデザインって感じ？中心が難しいな。中心。山田さんつい最近やりました？いや、2年23年やってないね。哲平さんとこで何回か、あ、はいはいはい。させてもらったんだけど、ダメだな。ああ、やばい、だんだん良くない方向に行っている。ステラちゃんのお皿作ろうかな。あれ、これってさ、押してなくても勝手に回る？少し。ちょっとろくろ無理かもしれない。手ごねでもいいよ。手ごねにしよっかな。なんかさ、ちょっとむずいよね。だんだん泥になってきません？水をね、たくさん使うと収集つかなくなってきて。そうなんだ。あ、でもこれいい感じじゃないですか？これ芯できてないです？そう芯が出てないね。でも一旦それでいいんじゃない？これで？そ私は満足してないです。どうしましょう。2回目行ってみたら。2回目？でそれをちなみに切るときはこいつなんか言ってましたね。これでそれで引っ張って。やば。手がやばい。どうしようかな。もう私手でやっちゃおうかな。掃除大変そうだけど。一回手洗って2人移して。待ってこれ本当に私しか映ってなかったじゃんさっきまで。ちょっとはいちょっとこれ山田さんのチャンネルだからさ、山田さんのさ、ファンがファンいないんだけど。山田さんファン0日数がありますもんね。今2人映ってます。なんか今坂さん玄人っぽいですね。なんか佇まいが。そう、佇まいが。いやいやいや、こんなビニールのエプロンして。エプロン買ってなかった。ずるって。水ってそんなちょっとでいいんですね。ベタベタになるかなと思ってちょっとずつ。うわ、待ってこれさ、ワンチャン紐なくてもさ、いや無理よ。なんかいけそうな気がする。ほら本当だ。ベトベトすぎて。この机で合ってます？なってきましたね。ここでいいか。ここで合ってるよね。水使いすぎるとね。で
電動ろくろから離脱組。うん。あ、パンもベタベタになってさ、腹滑りしちゃう。なんかもうおとなしくさ、潔く私は手で、はい。なんか手びねりでお皿を作っていこうかな。あの辺も全部そうかな。あー、じゃないですか。いいですね、なんか温かみがあって。あ、でもなんか触ってるうちに手が水分吸っていくのか、なんかうん、いけそうな気がする。いやいろいろやろうと思ってさ、でここ結構安いじゃん。安い。もともと行きたいなと思ってて。てかほぼ貸し切り状態だから。でもこういうところ近くにあったら子供とか連れてきたらめっちゃ喜びますよね。うん、絶対楽しいでしょこれ。ちょっと甥っ子と姪っ子にもやってほしいな。あ、すごい。ただこれって最後どうするんだろう。あれ、離脱組じゃなかったんですか？離脱したんじゃなかったんですか？再チャレンジ。粘土をちょっと乾かして。あ、まだ頑張るよ。そういうこと？そうそう。やば。もう僕は諦めた。手びねりで地道に旦那さんとお揃いのお皿を作ることにしました。あ、素敵。ですよね。生まれてくる子供のさ、あれも一緒に作って。ああ、そうだね。でもさ、子供ってさ、プラスチックじゃないの？落としてもいいように。いや、まあ必要性はセットで。確かに。でも性別とかその終わってんの？いや、次の検診で運良ければ分かるかなっていうぐらいですよ。意外に人によって分かるタイミングって別々っていうか、まあそれってさ、影見てさ、うんあるかないかっていう感じ。でもなんか隠してる場合もあるから、やっぱりその時の角度とかにもよるんじゃないですか。たまたまエコーで映った時の角度がこれはないねっていう感じだったら女の子かもしれないですけど、こうなんか横向いてたりとか。そう結局ね、そうなんですよ。どっちだと思います？雰囲気で。うわ、みんな男。圧倒的男。今のところやっぱり家族とか今度9月に私グループ展開くんですけど、グループ展の出展者の人とかには一応妊娠してること話したんですよ。そしたら全員なんか男だよね絶対みたいな言われて。男の子のママって感じ。本当ですか？自分的にはね。いや、なんかもうみんなに男って言われたから男かなって思ってきちゃって。女の子がいいんでしょ。いや、そりゃだって可愛いもん服がいろいろ見てると。お、いいじゃんいいじゃん。薄くね。これさ、裏ってどうやって処理したらいいんだろう。それこそあれじゃない、乾燥して裏のあれを工台作ったりとか。まあこのまま焼いてもらうしかないってことだよね。
で乾燥したとするとさ削るってこと？その最後にその表面とともに形をあれする。裏のさ出っ張りあるじゃん、はい、あれってどうやって作るんだろう？あ、そっか。でもあれどうなんいつも削って出そうと思ったらできるんだよ。ちょっと下ああ、なるほどね。あ、だから作っとかないといけないってことだよね。もちろん勝手に入るわけいやっていうかそうこういうミミズみたいなやつを作っておいてああ、それでつけるってことかな。でそこから削らないと、ここから削ったらさだいぶなくなるじゃん。そうですねえ。だから後付けかそれ見越して分厚めに最初になるほどね。いつもなんか作ってここまでやったらさ勝手にできてたからやってくれたんだと思うんだけど、焼いたらこうなるのかなと思いつつさすがにないか。すごい。いい感じのやっぱちょっと乾燥って大事ですね。水の分量とか大事ですね。さっきのベタベタやったやつがそうなったの。すごいね。あそこだとクーラーの下に一瞬で乾く。マジで？ここ過ごしやすい。もう回復不能かと思ったらいけたね。あ、でもこれネバネバ。これ後でやるか。いい感じ。ここから助長してきます。でかくしてきます。お皿作りしてます今。あ、白いる？あ、なんか混ぜあ、でもダメなのか。また女の人めっちゃ怒りそう。だから白さみたいな。僕さパンクロックでよくさ革ジャンにトゲトゲついてるね、あれをつけたくて今日持ってきたんだけど、絶対ダメ。できますかって聞こうと思ったけど、そんな聞ける雰囲気なかった。は？冷たくあしらわせそうだめったから。っちゃ面白すぎる。次来たら聞いてみよう。それの穴だけ開けて焼き上がってからああ、それでも結構ね、ちっちゃくなるらしいんだ。焼いたら。あ、そうですね。そうっす。あんまりか。聞こうと思ったけどやめといた。そう。道具の使い方も絶対違うんだ。あ、そうそう。でこれとかでなんか回してる時にこうやって形を整える。あとこれも多分同じ使い方だと思うんで。あ、でもこれ違うかな。こうやって中に入れながら。そう。一番最後の最後ね。最初にやるとぐちゃぐちゃになっちゃうから。ダメだ。お、慣れてきた。さすが。ベタベタすぎる。もう一個作るんですか？もう一個作る。ちょっとこれ今坂さんの？今坂さんのですよ。こっちの方置いとくか。結構早いね、作るの。もう結構ギュッて押し込んでる。くぼみ作る時。うん。動画とかで見たら簡単そうだけど全然ダメだね。一日ね相当作るもんね、彼らは。そうだ、やってる人は結構いるんだけどさ、あんまりこう手広くなりすぎ、今でもさいろいろ手出しすぎてるからなるべくむしろ今何をやめようかっていう方が強いかな。いやめっちゃわかる。なんかワークショップ結構大変ですよね。そうなんだ。まあ私は楽しくてやってるんですけど、でもまたその一からやり始めようと思うと大変だと思います。もう
たりはするもん。利幅はありますよ、ちゃんと。まあでもその儲かるっていうよりかはなんかもう広く認知してもらうとか取っかかりみたいな、そうそうそう。なかなか工房でこもって仕事してもお客さんとのつながりできないんで、そんな感じです。俺もね、自分のダメだ。やりたいな。楽しいですよ、ワークショップ。はい開催する方でえ？開催するってするの？いや、まあ自分のうん。なんか石でできたでしょ。それでもやるとしたら場所どうすんの？場所は市が。今狙ってる土地が。狙ってるんだ。もうじゃあ1年以内にやる感じ？いや、でもどうですかね。僕はほぼ山林なんですよ。山。うん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 。だからそこを開拓してはい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 。で水引いて。めっちゃ金かかるじゃん。もう道具は持ってるの？自分のいろんな発力とか。大きいやつ以外コンプレッサーとか、うん。フォークリフトとか。フォークリフトは結構かさぶよね。コンプレッサーは2、3万で買えそうだけど。でかいやつ。あ、結構すんね。場所がいるもんね、石の。うん。それは別いない行っちゃダメだもんね、音が。はい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 。年齢？ギャラリーだっても3割4割が取られて、今度松坂でやるんだけどさ、来年。そうそうそう。そこはね、ギャラリーとそのデパートでやるんだけど、別のキュレーターみたいな人が入ってて、そこはだから 50% でやる。まあね、それはしょうがないよね。うん。今度フランスの人と一緒に共同でやるやつを新作を出したいなっていうのと結局今でかいのは鶴のやつ京都でやった時のやつがあるからそれ出そうかな久しぶりに。ちょっとそれがあとち心っちゃいや配でつ売れそうなやつ。はい。こういう感じ、こう乗せますよね。こう乗せてつなげてください、こうやって。ちょっと乾いたらこれ水つけてこんな多少感じはいいけで。ど、水だけだと、その間がね、土を今まで受注はそこそこ乾くとやっぱり回るぐらいはあるのねこの間が常に繋がれないから、であと土をこう締めてもらう。つないだ後むしろキュッキュッキュッパンパンになっちゃうぐらい。あ、ただこういうことですか。作ったや作りはつされたことない。勝手に自分でなんかいや、依頼じゃななんかくてちっちゃい頃にやったことあるか自分で作ったやつが売るっていうことはしたことがなくて、はい後で出ちゃいます。受注ばっかり。そもそもさ部屋に合わせて作らないといけないからそれはちょっと嫌ですね。だから勝手に作っても壁とかにかけうなるられるやつべく綺麗にしないをと売りたいんだけど、それを売るのは結構大変っていうか難しい、そういうのができるようになりたいなと思って。はい。だ多分まあ最初それ売るのは相当難しいかなとは思うんだけど、ああ、内と外からアプローチする感じですね。支えてるこんな感じに壁1メーターぐらいでやりますよね。でも数十万はしちゃうよね。あ、綺麗綺麗。で中はまあこんな感じだと外側額縁だけでも外側の方も本当は外注すると第二子5万から10万ぐらいかかるんで、乾くとね乾くとねすごいわかりやすい。無理やりします。台はこんなに広くあった方がいいの？なんかこれと同じ感じで作りたいなと思って、最初は台をそのぐ
安くしてくれとかって言ってるけどはい。難しいよ。どっちがいいんだろうしっかり叩いてやってあげれば、な。で厚みも大体それ。なるほど。余分なのを上に上げちゃえばいいので、じわじわ。日焼けのやつはー、加工せずあすごいに加工すると綺麗になってきた結局数日かかっちゃうんだよ。だから10万は超えてきちゃうんだけど、そういうもうちょっと無理です。加工なしとかでまた掃除。あ、だったら1万とか2万とかでもいいかなとは思うんだけどね。あ、本当ですか。あ、手で。多分結構いろいろアートを昔から研究してるんだけどさ、どうやったら売れるか。最初のやっぱセカンダリに入ってないと値段上げるのは難しいっぽいね。だから買ったやつが売れる状況だと、買っても売ればいいかみたいな感じで買ってくれるから、ワインと一緒でさ、とりあえずいいやつ買っとけばあ、ありがとうございます。じゃないとはい。容易に上げるのは難しい。あ、すいません。だからセカンダリーを狙っていくにはどうしたらいいかなっていうのを考えてるんだけど。結構さアート買う人ってなんだかんだでほとんどいないじゃん。普通のその辺歩いてる人でさ、10万以上のアート買ったことありますかって聞いたら100人に1人ぐらいだと思うんだよ。そうでしょ。でその買う人ってやっぱり結局さ売れるかなとかも考えるわけじゃん。だから作品が普通にいいだけじゃ結構難しいかな。そういう市場全体のことを考えていかないとっていうのをなんか最近そう思い始めて。そこがお客さん持ってるからね。だからそれも一つ。一応ギャラリーとか黒田桃園とか行ってみたよ。一歩堂とか。そう銀座のね。で今度ポートフォリオ持ってきてって言われたから持ってこうかなと思うんだけど。今全然作ってない。ゼロだね。そうだね。あと作品自体のインパクトは床の場合結構あると思うから、普通ね絵画とか陶芸とかに比べても遜色ないとは思うんだけど、ただバズがYouTube 始めたのもさ、そういう作家活動としての一環としてなんかなればいいかなっていう。なんか YouTuber の人がさ自分で描いた絵をヤフオクで売ってたんだよ。そしたらすぐ数百万になってさ、でなんかいたずら入札もあって何億円かになっちゃって取りやめになったんだけど、結局 DM で来た人になんか売るみたいな話をしてて、それがなんか相当多分何千万とか何千万とか何千万か分かんないけど、でなんか取引されてるっぽいんだよね。たださそれもそれでありかな。逆に真面目な作ってる人だけだと数万とか数十万の売るの難しいじゃん。だから両方できたらいいなと思って。あ、はい。これ一回。もう洗ってる？はい。はい。あと1時間。はい。あ、わかりました。もう終わるの？いや、なんか私はろくろをもう使わないので掃除します。うまくいかねえな。でバズがさ1個起こるとめっちゃ売れるのよ。普通の注文の方も。
新規客が受注の畳でさえだから、売るってだけで考えると全然力あるからバズの方が両方できるといいなと。500万バズぐらいいくと相当問い合わせ増えて、そこから制約までいける感じですね。そこから次つなげていくのかうん。つながってるもん数で新規問い合わせは売れるじゃん。いやでももうないかな。続けたらそれで特にさ、畳の場合はさ、部屋そこ作った次々買えないじゃん。まあそこで行ったらおしまいですね。だからそういう小物系の作家とかとはちょっと不利かもね、畳だと。乾かしてみようかな。あ、いい感じ画角。もったいない気がしてきてやばい。どういうこと？おそっか、セットだもんね。まるで綺麗だからさ、どうしようかな。どうしようかな。もったいな。でもちょっと思い切ってやろうかな。それはそれで次回にしたら。でもこういう形でもいいかもしれない。これ裏削った方がいいのかな。どうなんだろう。いいか、やってみようかな。裏削ります。裏一応これからちょっと乾かして。はいはいはい。お、うまいね。抹茶碗的な。よくそこまで大きくするのなかなか難しいでしょ。へえ。そしたらこれ。なんかこの糸のやつでやった方がいいんですか、これも。それはいけるんじゃない？無理？ちょっと怖い。そしたらこれ濡らして。はい。水入ってない？でもなんか取れました。取れた？濡らした方がいいんですか？濡らしてみた方がいいかな。滑りが良くなる。本当ですか？よいしょ。なんか微妙に動いてる。おー、わー。いいじゃんいいじゃん。これをちょっともうちょっとやばい、さっきのやつ見た後だと全然違う。でもちょっと教えてなかったね、内側からね。教えてくれたらよかったね。教えてくれたんですよ、ね、私だけちょっとすいません教えてもらいました、やり方を。若い人に聞くと怒られそうだったから
救世主。コンセントはあれ、あ、もしかして自分の席に持っていくとこかな。お、2つにした今度は。今さっきのやつを直してます。この人はこっちに。そうだね。そこがしっかり書きました。うーん。って言ってる。ああ、ちょっと不安ですね。まだ粘土あるかな。はい、足してもいいんですよね。いいんですけど、うん。どうぞやるとかですかね。写真的ないい。ね、これがあるので、そこはつかないですね。これがないときにはここにくっついてるので、あんまりペラペラにしちゃうと。うん。表で紐を作ってるので。はい。あ、へえ。はい、はい。私がついてる方が回すのだけなんですけど、それで中は支えてくっつけてさ、いつもつないだ後に混ぜる。はい。ああ、こっちに受付した時の名前書くやつ。これはここにあ、なるほどなるほど。帰りがまたもう受付でお願いします。はい。482です。皆さんにはい。482という番号と色の記号を裏側に入れてもらって、はい。でこの形で OK でやれるので、11時半なので、頑張ってあと15分か20分。わかりました。頑張ります。急いで。裏作る時ってこれぐらいでも裏削った方が。置いてもらっていいですか。ちょっと削った方がいいですね。ここ端っこ。そうですね。端っこだけじゃなくて全体に5ミリぐらいは取ってもいいんじゃないですか。はいはい。1センチあるから。分厚すぎるから。で、染みが弱いと薄くてもやっぱり S 字に切れたりとかします。しっかり押さえてあるはずですけどね。わかりました。こう削ってって感じですか。そうですね。ちょっとドライヤーで乾かしてやっていいし、もう5ミリだったらもう置いて。はいはいはい。なるほどなるほど。シャンと。はい。5ミリ以上切ってもいいぐらいだけど。確かに確かに。ね、結構ある。ありますよね。ありますね。はい。わかりました。ドライヤーで乾かしてひっくり返して、ご自分で内側だけこう削いでいただいてもいいです。わかりました。やってみます。ありがとうございます。第一
向こうへ向こうの部屋に行きますので、もしなかったら呼んでください。余った土はどうしたらいいですか？余った土はいらなかったら袋入れて黒板の横の箱にはい、袋ごと入れていただければ。わかりました。 OK です。また後で。はい。ありがとうございました。うま。結構削んなきゃいけないなこれ。ここの厚みがあるって言われて、ちょっと削ってみるか。結構これ削りやすいねこれ。思ったよりガンガンいける。ああ、結構乾かした。いやそんな乾かしてない。5分ぐらい。でも下が出てきそうだけどやりすぎに注意だな。そっかそっか。ありがとうございます。やりすぎたか。やめて。いいね。何これ？なんかこの紐をくっつけるときに使ったんですよ。え、これくれたの？持ってきてくれました。いいね。でもあんまり乾燥すると良くないかな。私のとこ。確かに。
その滋賀の工房に移ったらさ、その職場は遠くなる？山挟んで、あ、そうなんだ。じゃあ通えるんだ。確かにでも家でできた方がいいもんね。作業、自分の作品作るときはそこの職場で作ることはできないでしょ、自分の。あ、できる？貸してくれる？あ、そっかそっか。あ、そうなんだ。じゃあ問題ないのか。さすがにちょっと場所がね、場所というかスペースが、うん。それぐらいだと一個一個大きいのが、うん。場所がなくなっちゃったから、あ、そうなんだ。あそこね、場所だけは広い。暑いけどね。何も使ってない。扇風機だけでさ、35度ぐらいになっちゃうんだよ今昼間は。だから扇風機効かないっていうか全然気持ちよくない。うん、ただの熱風だから。結局広さがあるとね、また10万ぐらいかかっちゃうから、電気代が。だからちょっと狭いところをなんか安く借りれたらいいなと思ってるんだよね。エアコン用の工房。あの中にちっちゃい部屋作った。まあね、そうだよね。囲い作ったよね。何かしらやんなきゃな。広ければ広いやつか、そういう。まあ大は小を兼ねるで、いろいろできればできるんで、金かければね。畳の機械も高いしさ。畳の機械って現行で売ってるんですか？現行で普通に中古とかで新品でとか。新品とかだとね、1台500万ぐらいかかるんだよ。またで300万ぐらいの機械を買いたくてさ、ただ高えと思ってたけど70万で中古が出たから、昨日買ったっていうか、昨日予約の電話入れた。もう程度はどんな感じ？多分そんな悪くないと思うよ。うん。3分の1以下でかなり。っていうかもう買わなくてもいいやと思ったけど、そんだけ安いとついつい無駄、まあ出費がかさむよね、本当に。それはね、直線の部分を折り曲げるんだけど、今までは人力でちょっとずつ折ってたんだけど、一気にガッチャンと折れるやつ。そうベンダー。そう結局一人でやってるとさ、使い切れないんだよね、その金額分。だからまあ手動でいいかなとは思っていう部分はあるんだけどね。そう人雇ってとかだったらまた変わってくるんだけど、それはそれでまた営業やんなきゃいけないし、雇い始めたらバランスがむずいですね。完全一人。もう機械だけで1000万以上かけてると思うな。500万の機械がさ3台いるんだわ。同じやつじゃなくて、ちょっと長手縫うやつと短い方縫うやつとプレスでやつとか。もうひどい。だからさ、作品もさみんな高い言うけどさ、実際金めっちゃかかってるからね。
うん、大工道具とかだとさかなりお値打ちじゃん。丸のこだとか普通に1万2万で買えるじゃん。あれは普通畳専用機だったらあんなちょっとしたやつでもさ10万以上しちゃう。不利だよね。大して儲かんないね。ああ、なるほど。削りってやっぱ確かに乾かさないと無理ですね。あ、てかさすが。無理。釉薬もそうだし、まあ割れるでしょ。まあね。さすがプロだね。よし、こんなもんでいいか。あれ作れるかな。思った以上に時間かかるね。ね、もう1キロ作りまくれるかと思ったらそうでもないね。むしろ時間ちっちゃいの2個で精一杯だった。これ削るんですか、そっちの。あ、もう削った裏。でも角は作ってない。ちょっとだけ浮いてるんですよ、じゃあ。うん。あ、ちょっと見て結構いいじゃん。ぽくない。なるほど、こうやってやってたんだみんな今まで。あ、面白。やべ、やりすぎたか。ありがとうございます。冷房がちょっと出てきて大丈夫だ。凍えて。これがちょうどいいです。今日暑いです。名古屋市から来たんで、結構車の中にいる時間長かったから。今からどっか行かれるんですか？なんかお昼食べようかなって思うんですけど、この辺いいとかありますか？長久手の方に行った方がいいかな。そうです。はい。ここを正面玄関、あ、多分やってると思うんですけど、最近行ってないからね。やれてないとこもあるけどね。あ、調べてみます。百姓庵でそこ調べてみて。はい。すぐわかりそうです。この辺の近くだったら。降りてきて1個目信号を過ぎたはい。左が橋渡ってすぐだもんね。へえ。こう左に行ってちょっと行ったところだと思う。あ、わかりました。はい。これってゴミ箱が。これもお願いします。そっかそっか、これ。お願いします。あ、100万円はい、いいですか。なんかめちゃくちゃいい人に教えてもらった。いい人に教えてもらいああまね、よかったね。よかったです。サポート付きで。あのまま野放しのままされてたらどうなってたことか。確かに。こんなもんでいいかなみたいな感じで終わった。何も質問できないのはちょっと辛いものがあるね。でもなんかもう瀬戸の人だったらみんなわかるでしょみたいな感じで、もう自由な感じなんかな。わかるやろそんなみたいな、やったことあるやろみたいな。何もなしで来る人は少ないかもね。ね、絶対ある程度経験したことある人ですよね。
瀬戸の人みんな陶芸できるのかな。瀬戸で生まれた人は全員できるんでしょ。やば。DNA 的に。 DNA なんかもう備わってる。2個作りました。もうなんか猫の分とか赤ちゃんの分とか全然考えてなくて、もうなんか変な皿2つでも1個はね手伝ってもらったおかげでめっちゃ綺麗にできました。こっちはひたすらねでも一人で作り上げるのすごいですね、2人とも。でも石もすごいじゃん。てかね、他の業種の人はすごいと思うよね。ね、やってる人は当たり前だと思うかもしれないけど。この間山田さん私の工房で体験していったんですよ。絵付けっていうか絵をなんかのり置きっていう工程とぼかし染めっていう工程をやっていただいたんですけど、やっぱ難しいって言ってました山田さん。なんかのり置いてろうけつ染めだっけ？あれああ、なんていうの？のり置きですか？のり置きか。のりを置いたとこだけ染まらない。防水の役割をしてくれるんで。線みたいにこう冬ってやつ。そうそれがのりで。ショートケーキのひねり出しみたいなあれでブロックしといて、でいきなり全部塗るみたいな。でも友禅はだいたいのりで染め分けしてるので、まあろうを使う時もあるんですけど、ちょっとね。のりなんだ。ろうけつ染めはあんまりやんない？ろうは使うっちゃ使いますけど、伏せで使うって感じです。ベタ塗りみたいなやつでしょ。そうでもろうけつ染めとはまたちょっと違うんですよね。そうちょっと難しい話になるけど。食べれるの？なんかね写真見たらね普通になんか本日のランチみたいなやつがありました。オーガニック系のあ、そうだよ。場所的にはどちらでも20分。若干遠い。まあ車で20分だからそういう話。じゃあもう自然薯にしますか。ウッドデザインパークの方です。もう本当にやばかったです。めっちゃここガタガタしますね。なんかここら辺本当にあるのって感じのさ、とこじゃないっすね。横山さんのアトリエめっちゃ楽しみやったんだけどな、行くのね。確かにこの辺だもんね。今坂さんの今の師匠のところの工房は結構郊外にある感じ。そうなんだ。じゃあ市内に行くには結構かかる？その車で。4、50分ぐらい。だいぶあるね。やっぱそうじゃないと無理なんだ。石は。陶芸はいいけどね、まだ。倉庫建てちゃって、その中でやるからね。まさかさんの工房も行きたいですね。いやでも今はないでしょ。師匠じゃない。師匠の工房行けないかな。ダメか、さすがに。関係者以外出れない。それはそっか。じゃあそのところができた。ちょうど出産と同じぐらいにうちもできるかもしれない。早くない？待って。じゃあもう契約するかもうかなり迷ってる感じ。てかもう電気と水がないんですよ。市が調整区域。それがすごいね。ちょっと頑張って11月中になんとかしてください。いや1ヶ月前でもうパンパンや。うわ落ち着いたら。私生まれたらしばらく動けないよ。1年か1年半。私もう出産の前後は山田さんの YouTube を陰ながら支えます。絶対暇だから編集やれよちゃんと。
僕がつわりでダウンしてた分もやるよ。行きましょう。うん。あ、普通に。すごい。おお、すごっ。いい感じです。めっちゃいいじゃん。あ、なんか涼しそうだし。うん。古民家だ。あっちもなんか。本当だ。すごい。なんかちょっとすごいな、いい。美味しそう。もうマジで自然薯一本で勝負してる感がいいですね。ね。職場の僕だけだけど。結局は。わかんない。ああいうリアリティショー、恋愛リアリティショーとかさ。いただきます。料理映さないと。あ、美味しそう。ざるそば。うまい。今食レポお願いしますって言おうとしたらうまいで終わっちゃった。どうしよう。うまい。どうですか。なんかすごい美味しい。なんかすごい美味しい。なんでこんなに美味しいんだろざっくりですね。う。いい水使ってる。七夕終わったから解けないんかな。いや、まあいいんじゃない。あ、穴あったわ。かけるぞ。うん。素敵な出会いがありますよ。ありとかいいんですか。山田さんに彼女でき。わかりやすいお皿とかうん。作っていって、最初から最後までこうやって、タイムラプスとかで。そう。バズが起きると強いからね。今坂さんの工房できたら、YouTube 撮りに行きたいです。ああ、全然。瓦の石を拾ってきて、それをお茶碗にしたいんですけど、すごい時間かかります。いや、全然。その辺で拾ってきた石を超絶磨いて、すげえいいお皿にしたっていう企画を作りたいんですけど。全然できます。そうですか。なんかそういう身近にあるものをやると結構なんか伸びやすいんですよ。共感しやすい大理石の塊彫っていうのはなかなか、アアート、まあ、プロの技って感じだけど、その辺の、庭先に落ちてるとか瓦で拾ってきたとかを技術が超絶的な、その辺の人ではできないような技術で1日ぐらいで仕上げちゃうっていう。一日の数時間削りまくるってことでしょ。それは回転系。普通にサンダーとか、中を磨くときは回転系じゃない。あ、でもそれもグラインダーの細いやつでできるか。いや、中も同じような磨く用のダンブルのページの5回転するやつ、カットつけて、石ってさ、バズ動画作りやすくない？多分ねやる気がある。え、やる気があればね。あとやっぱね、撮ってもらってた方がやりやすいです。まあもちろん。自分の場合できたら、誰かにちょっと協力してもらう。ちなみにこんな感じ。あ、それが土地？そう。山だね。普通の。そこを車で行くの？そう。どうなってるか、こう道があって、ここに。それ道なんだ。そう。で、これが土地。誰の土地ですか？誰か。
買おうとしてる土地でしょ。そう、やば。本当に？ほぼ森なんだ。でしかも全体的にこう勾配がついてる地形だからちょっと削らんとダメなんで。それは大変そうだね。できたら面白そうだな。ユンボ借りてきてやるのはいいんだけど、そのユンボ借りるにもユンボの免許が必要で、とりあえずそれ取ってユンボ借りてきて、でトラック借りて掘って、トラックに乗せて。そうか、もうこうなってるから高いところ削って低いところにみたいなで、ある程度レベル出す。それ言っても難しいけどね。ロボットは全然経験ないから、まあ、であと下も枯れ葉ばっかりだと虫も寄ってくるし、ある程度の砂利みたいな状態にして、できればコンクリートね引きたいけど、さすがに生コンチャはそこまでねもうてか、やればやるほど金もね、切りないよね。ある程度もう抑えとかないと最小限で。本当にこのカメラもそうだけど買い始めたらもう切りないもうなんだかんだで150万ぐらい使ってるもんな。そんなにレンズも最初1個だけだったけど、もうこれもあった方がいいな、これもあった方がいいなで1個30万ぐらいするんだよ、レンズ。レンズがね、結局でこのジンバルないと、この一眼で撮るとガタガタになっちゃうからないとダメだし、で2000円ぐらいのピンマイク買ったけど全然ダメで、これも2万5000円ぐらいしてちょいあれもいるこれもいるってなってくると、確かにどっかでやっぱりパツッと切っとか抑えないと。石いいよね、もう腐んないしね畳みたいに、めっちゃいいな。こういうちっちゃいやつ作ってももう数万からなるでしょ、売ろうとしたら。まあそうですね、安くても、陶芸とかだったらね数千それこそさっきの話でさ、大量にできるけど、石はそうもいかない。1日に1個できればいい方でしょ。実際そうですね、別に本当豆皿みたいな小皿みたいなやつ作ろうとも作れるけど、それだったら別に他のその辺の安いやつ買うもんね、中途半端なやつだと。ね、なんかあんまり安いのを出してるっていうのもよくないから、じゃあ大体ちゃんとしたの作ったら10万超えてくる感じじゃない？いや、そうでもない。ここまでせいぜい2、3万スタートぐらい。そうだね。がいいんじゃないかな。あとは料理屋さんに卸したり、特別なところ。確かにでも営業はしやすそうだね、特定のところを、とにかく行けば。なんか好きな人は石だったら買いたくなりやすそうだな。であんまり加工できる人も少ないし、町の石屋さんとかに頼んだけど、なんかあんまり相手にされない、そもそもそういうことしてないからやりたくないっていうところもあるから、その場所とか作るのが大変な分参入障壁になってるよね。意外と個人作で結構厳しいもんね、畳もそうだけど。アート系の石の人だったらね、さっきのヘビの人とか芸大からのルートの人だけど、職人寄りでっていうのは本当にほぼいない。確かに。ワザフェスに出しててさ、ごっついやつっていうかすごいやつ、あれはもう10万超えるレベルでしょ。あれだったらそうですね、結構手間かかる。そのぐらいつけてもいいのかな。今は
いやでも時間で考えると結構何倍かかるんだ普通の。結局考えながら作ってた。ああ、もうそれと決めてやればやればそうかなりカットできるか。あれも結局その全部こう等しく均等割りで三角形作ってるみたいな。いや、あれは回転系のでっかい研磨機がでやるんでしょ。平板でっかいやつでそこに押し合ってて。あ、面脱ね。そう。いや、あれはグラインダーあ、グラインダーでやってんだ。でディスクグラインダあ、で固定してこうやスライドグライン。手持ちでその精度出る。ー。だって線通りに削れば。まあそうだけどグラつきあるじゃん。まあそれは別に慣れれば。あ、そうなんだ。へえ。だってその削れるその度合いをちょっとずつ落としていけば、まあちょびちょび削れる。まあ少しずつやればって。意外とできるの。そうなんだ。うまっ。なんか普通に食べれた。何ですかそれは。マンゴーです。もう食べちゃった。めっちゃ美味しかったアイス。ブルーシールって美味しいんですね。もらってよかったかも。あ、すみません、ごめんなさい、ありがとうございます。ちょっと食べれんかったら今坂さんにガチであげようと思ってたんだけど、普通に食べれたわ。甘いものはいける。でもこういうフルーツ系ならいけます私。なんか洋菓子が一番食べなくなりました。ケーキとかも数ヶ月以上食べてないです。あんなに好きで月1ぐらい自分のご褒美に自分自身で買っちゃうぐらい好きだったのに食べれないですね。胃もたれがやばそう。素敵。いいっしょ。いいですね。その時遊びに来れたらいいね。ギリギリ。いや、行けます本当。ソフトドリンクも作るので。若干私がイベントと被らなければ。10月25ってなんか入ってそうな気がするんですよね。個展はグループ展9月です。9月か。はい。まあぼちぼち考えときます。私もぜひ参加したい。バーカンか。あっちでもいいし、ここにバーカン置くのも面白いかも。確かに。でもなんかあっちの方が雰囲気いいですよね。雰囲気いいか。こっちはちょっともうこの空吹き屋根があるからもう強いか。これがそう強いからな、何持ってきても。むしろ中からちょっと下覗くから見れないか。いや、やっぱりあそこから下も見れるし、やっぱ向こうの方がラスボス感があるじゃないですか。ラスボスで敵。いや、そういうなんか見栄えがいいやつはもう絶対後ろの方に持ってった方がいいですよ。こんなとこ。これ楽しいですね。さて、じゃあ帰りますか。行きますか。なんか濃密でしたね。うん。出産祝いでさ、はい。なんかでかい大理石の塊とか欲しい。なんかあんまり聞かないな。欲しいよ。寿って書いてる。でもちょっと欲しいかもしれない。私割とそういうの嫌いじゃないです。どうしよう。運送地も全部俺ちょっと欲しいかもしれない。設置。でもなんか加工してくださいよ。光るやつは高いの。光るやつ。光るやつが光を通すやつ。いや、まあ。あれもそんな変わんない塊。高っていうかないっすよ。あ、売ってない。あ、そうなんだ。残材残りがちょこっとあるから。あれ貴重なんだ。貴重。バブル時代に仕入れたのがいまだに残ったやつを使う。新たに買ったら高いってこと？イタリアとかから。売ってくれないのね。もう絶対子供がある程度大きくなったらママあれ何ってなる。あなたの出産。大理石に文字とかは加工できるの？
全然掘れる、まあ、俺は掘れないけど、職人さんに頼める。あ、へえ。だったらなんかこう5月人形とかひな人形の隣に置くなんか欲しくないですか？なんか名前がさ、刺繍してあるさ、本当はさタペストリーみたいなやつがさ飾ってあるけど、あれ大理石にしたらかっこよくないですか？かっこいい。色も何色にする？ちょっと男の子だったらじゃあ黒金、うわ、かっこよすぎ。めちゃくちゃ高いし、やば。女の子だったらピンクかめっちゃ可愛い。ピンクもあるんだ。白ピンク、可愛い。やばい。ノルウェージャンローズの天使。おしゃ。やば、胸熱。いいね。またちょっと今日の夜眠れなくなるかもしれない。月曜日関ヶ原行った時にまた見とくわ。やった。